このね、女性の生理っていう働きと、この気と血がすごく深く関わっているんですよ。で、気と血の働きが整っていると、生理は整うよっていうのが東洋医学の基本的な考え方になります。そりゃそうですよね。体のベースになるエネルギーなんだから、それが整ってないと、赤ちゃんを生み出すための体の働きなんて整うわけがないよねっていう考え方になります。なので、生理を見るときに、この気と血液っていう働き、僕らの体にどんな影響を与え、乱れたらどんなサインが出てくるかを知っていないと、生理を見ようがないんですね。で、女性の場合、囲みの中に書いてあるように、生理が整うことイコール女性の体のベースが整うことっていうふうに考えてほしいんです。月に1回ぐらいのペースで起きている生理と排卵っていうこのリズムができていると、体の働きとしては整ってますよね。なので、女性の体で生理を知ることがなぜ大事かっていうと、生理の整い具合、乱れ具合を見ることで、その人の体がどうなってるかがほぼほぼ全てわかるんですよ。で、こういう体調でとかいろんな症状があったりするとは思うんですけど、なかなか体調だけじゃ判断しきれないところがあったりするんですね。でもそこに生理の様子を足してあげると、かなり正確に東洋的には女性の体の状態を知ることができるし、症状が消える前に生理が整うことの方が早いんですよ。要はベースが整うことで、やっと他の症状を整う余裕ができてくるイメージになるので、女性の体の変化は先に生理が整ってくると思っててほしいんです。で、生理が乱れたまんま、他の症状が消えるかっていうと、消えにくいんですね、当然。気と血が乱れたまんま、症状消えるかっていうと、消えないので、生理がどれだけ整ってくるかって、そこをどれだけ見れるかっていうことが大事になってくると思ってほしいんです。なので、生理の状態を見ると、その人の気と血の状態を知ることができると。で、気と血は自分で整えられるので、生理は自分で整えることができます。生理の乱れ、よく今だとね、PMS とか言われてますけど、あとは病名もいろいろつきますよね。筋腫とかね、内膜症とかね。じゃあ、筋腫があります、内膜症がありますって言われた時に、その人が自分で整えられると思うかどうかなんです。整え方を教えてもらえるかどうかなんです。多くの場合が、整え方、自分で整えられるって知らないし、どうしたら整えられるかって病院からも教えてもらえないんですね。でも、気と血液を整えればいいんだよって考えたら、整えられるでしょ。どうして乱れるかもわかるし、どうやったら増えるか、整えられるかもわかるんだから、いいですね。病名で考えると、どうやったらホルモンのバランス整えたらいいのになるんだけど、ホルモンのバランスってそもそも何なのって整え方なんてわかんないけど、きっと血液整ったらホルモンのバランスだってきっと整うんですね。根本のエネルギーなので。なので、その辺でね、東洋が何が便利なのって言った時に、細かい体の働き知らなくていいので、気と血液の働きを知っていると、こういうのが整えやすくなるし、不安を消せるようになるし、普段の自分の生活の中にある原因に気がつけるようになるっていうのが東洋の便利なところなので、知っててほしいんです。でね、男性の場合ね、よく不妊で妊活してる人とかの場合、どうしても女性メインになってしまうんですけど、気と血液の乱れが男性に起きてたら当然男性も乱れるので、精子の働きが弱くなるから妊娠しにくくなりますよね。で、女性の場合はね、生理にどんな症状があるかとか、そのホルモンの値を調べることで卵子がどれだけ育ってるかっていうのを見ることが西洋ではできるんだけど、
男性がどれだけ元気なのっていうのはなかなか西洋だと判断できないですよね。そうするとついつい女性ばかりが整えなきゃいけなくて、全部私のせいなのってなりがちなんだけど、男性が乱れてても当然こういうふうに妊娠しにくくなるので、そこはちゃんと知っててほしいし、生理だけじゃなくて、このね、気と血の乱れてるサインを知っててもらえれば、男性に当てはめても一緒に乱れてることはわかるわけですよね。ですね。なので、基本としてここは知っててほしいんです。で、生理のクラスの中では何の話をこれを踏まえてしていくかっていうと、まずは生理っていうのは体でどういう意味があるのと。生理の1ヶ月のリズムで、よく基礎体温が上がる下がるとか、この時期にこのホルモンが出る下がるとかありますよね。このリズムを作ってるのが結局気と血液なわけですね。なので、これが気と血液が整っていると、このリズムができるわけですよ。で、どういう乱れ方をすると、どこが乱れるか、例えば高温期が来ないとかも原因もわかるし、なんで不安定なの、なんで生理が遅いの、長いのとか、全部東洋で考えた時に理由がわかるんですね。で、あとは PMS も200以上症状があるって言われているんですけど、原因がほぼほぼホルモンのせいだよって、それ以外は原因不明ですっていうのが西洋なんですけど、この気と血液を中心に東洋的に見ると、ほぼほぼの全ての PMS の症状の原因ってわかるので、整え方もシンプルに考えられるんですね。で、毎月の生理の状態をチェックして、ここの気が足りないのね、不足してんのねとかいろいろあったら、その生活を意識することで次の生理がどう変わるかを見ていくと、生理って整っていくんです。で、これは僕は今までそうやって患者さんを見てきているので、ほぼほぼ間違いのないことだと思っているので、それはね、僕が治療するから整うことではなくて、皆さんが普段の生活の中でちょっと意識するだけで簡単に整えて簡単に生理変わってくるので、その方法を知って試していただきたいし、生理が整うってことは更年期の方もその気と血液のバランスの崩れてるだけのことなので、更年期も整えられるし、いいですね。もう生理終わってるから関係ないじゃなくて、この皆さんより若い子たちがこの生理で悩んでる人がいたら、それを伝えられるようになってほしいんです。いいですね。で、男性にもぜひ受けて知ってほしいんだけど、男性ほぼほぼ生理のこと知らないので、僕もそうでしたけど、触れちゃいけないって思ってんの、そのことに。で、しかも生理前に機嫌悪くなられたらもう絶対触れちゃいけないってもうすぐ逃げんのね。いいですね。なので、男性も知っててほしいの。で、女性も原因がわかんないからなおさらイライラするのね。原因分かってたらイライラ減るんですよ。なので、その辺でね、男の人も含めて、世の中すべての人がこの生理の見方、東洋的に見れるようになると僕は楽だと思うので、ぜひ知っててほしいんです。で、それをクラスの中で細かくお話しします。で、もちろん生理を整えてほしいんだけど、結局、今日話してきたこの気と血液、これが僕らの体のベースのエネルギーだから、ここを知っていることで、自分が今どうなってんのかっていうのが分かりますよね。症状に振り回されないで済むんです。ただ気足んないだけじゃないとか、血液汚いだけじゃないってなれば、それを増やせばいいし、きれいにすればいいだけでしょ。なんとか症病、なんとかっていう病名がついたりすると、それを治さなきゃって考えちゃうし、いっぱい症状がいろんな場所に出てたら、一個一個治さなきゃって考えちゃうかもしれないけど、全部ひっくるめて気が足りないだけだったら、一個でいいでしょ。
細かいこと考えなくてよくなるから気の消耗も減るじゃないですか。ですね。なのでシンプルにこの気と血液、東洋の基本なので、これは押さえておいていただきたいなと思います。